デイセブン薄すぎてライトがつかなかったね。まあだからこう挟めばいい。大丈夫。よりしっかり。大丈夫。メンテナンスするときは全部外さないとダメだね、でも。抜けないからね。抜けないから。屋根ついた。で、これをはめて、この中をちょっと配線通すから、その作業か。これをここにつけたり、これフロントカメラと、でバックカメラもつけて配線ここまで来てるから、ここにバックカメラね。長期止めとくことが多いからこの車は、だからバッテリー直にしちゃうとちょっとバッテリー心配だからシガーにした。どう？あ、ついたね。後ろ見えてるね。あとね、上もつきましたよ。できた。ついたんだけどね、ちょっとやっぱり隙間が出ちゃうから、これそのまま折っちゃってもいいんだけどさ、だからここに板をちょっとかぶせようかなと思って。いいと思うよ。ここの縁をちょっとどうするか考えてんだけど、こういうなんかアングルね、これプラスチックなんだけどこいつは、プラスチックのアングルここに当てようかなと思って、で後ろはこういうアルミのアングル買ってきたからさ、これをこう当てようかなここに、でいいでしょ。で蓋してみる。あと上ね、この間接照明のところはさ、こういう木をねこう入れようかなと思ってるんだけど、この木をちょっと彫り込んでやってテープの LED を埋め込もうと思って、ちょっとトリマーでこれを切ってみるよ。こんな感じ。結構すごいね。綺麗になる。でここに LED を埋め込んで、こんな感じで、いいんじゃない？結構。綺麗だね。いいよね。いいじゃんいいじゃん。どう？結構うまくない？ちょっとずれたけど。まあまあいいよね。いい感じ。ね。いいじゃんこれ。どうだろう。こんな感じに切った。ここはめるのに。入るかな。どうでしょう。いいかな。ちょっと隙間でしょうか。でもいいんじゃない？どう？ここちょっと隙間できた。ここに。ここね。下のところ。ここね。まあ上等でしょ。じゃあ次ここ LED のテープライトつけていくね。さっき段付きにしたこのなんだこれ 1x2 材っていうのかな、をここにこう貼る。OK できたよ。上つけてみるよ。いいね。まあ今はまだお昼間だからあんま分かんないけど、ダウンライトがこれ。このさ板の段差がちょっと気になるよね。こことか嫌だからもうここをタッカー打っちゃうわ。上から貼る？しょうがないね。いいね。目立たない。かっこ悪いな。あとはここだな。いいんじゃない？いい感じいい感じ。これで上止めればね。いいよいいよ。7日間チャレンジ。完成。とりあえず7日間ね。とりあえずのところまでね。とりあえずのところまでは完成。開けてみるね。うい。後ろ。前。両方。すごいじゃん。間接照明。いいね。いいでしょ。いい感じ。全部。軽い。結構いい感じじゃん。ね。いやでも素人が作った割にはいいんじゃない？1週間5万円ぐらいだよね多分。
そうだね、また金額出してみるけど、出さないといけないけど、ここは 5.5mm のベニヤ。でこれな、前貼ってたのちょっとこれちゃんとしないとね、剥がして、もう一回ちゃんとしないと。とりあえず内装終わり。1段目終わり。一応ベースがね、そうそう、目的はさ、ここをキャンプみたいな、テントみたいな使い方っていうことで何も置かないっていうのでさ、作ってるから、これで終わり。このタイヤハウスのところは隠したいね。結局これあると邪魔じゃん。そうだね。四角くしたら椅子にもなるし、物置にもなるしさ、テーブルっぽく。今回さ、工具結構新しく導入したじゃん。マルチツールでしょ。エアタッカーとか、エアのネイル打つやつとかね、あれは相当便利だね。便利だったね。だいぶ助かった。これ貼るのだって全部ネイルだもんね。だいたい完成したけど、この横のタイヤハウスを隠すのにどうしようかなと思ってて、もう全部そこを蓋しちゃおう、横っちょで全部横蓋して、それが取り外せるようにしといて、で使いたい時はそれをつけて、使わない時はどけとくようにして、そんなのを作ろうかな。アルミフレームが余ってるから、このアルミフレーム使って枠作って、あとはこの向こうに立てかけてるコンパネで周りを縁取って、ベッドの横の箱を作っていこうかな。でこのフレームはこいつでこれで留めていくと、こんな感じで入れて留めていくと。何回か緩めたり締めたりしたら結構ここ直角がちゃんと出る。こっちも。次は足を立ててこういうちっちゃいのがあるから、この細いのを後からフレームに入れれるから、こうもう全部つけちゃった後はこっちの細いので入れていけば OK。完成。ああ、いい感じ。これをもう一個か。OK、完成。ああ、入ったね。こんな感じ。どうだろう。ああ、ここが微妙に隙間あるな。もうちょっとここ後ろにやりたいな。そうなると前がダメなのか。ここが当たっちゃってんだな。ここが。ここに足立てるか。こことこっちに足立てようかな。こんな感じ。補強も入れて、もうめちゃくちゃ強い。2人余裕で乗れる。ここにもともと1本あったんだけど、シートベルトが邪魔だったから、こことここにして。本当だ。裏のキャップを本当はこういうのがあるんだけど、買い忘れてしまったから、このゴムでやってこう貼っていくといいでしょう。ちょっとゴムと接着強度が弱そうだから、このヤスリでゴムを傷つける。自転車のパンク修理と同じやり方だな、これは。よし、全部やすった。こんな感じ。これで重し。さあ、ベッドの板なんだけど、ベニヤラワン板だったかなの 11mm を今1組にしよう。こう接着剤で留めて、こんな感じで。で、板厚の厚いやつは高かったから、これも2枚重ねて 22mm にしたらまあまあ
し、これでちょっと固定だね。重しで。次はアルミフレームのカバーの板を切っていく。さあ、木を切ってペイントまで終わったよ。あとはこれをつけて留めていくだけだな。ちょっと一回木並べてみるね。なんかブライワックスとかしたいね。光沢がなくてちょっと重たさい。高いんだよな。高いよね。こんな感じだね。でこの上の蓋はさ、もう置くだけにしようかな。置くだけ？こういうのもちょっと考えたけどさ、めんどくさいし、でこれ置くだけで落ちちゃうからさ、ここにこういう板を4面つけてさ、こういうの、ここのフレームにはめ込むようにこう、そしたらいいよね。これ簡単にこうできていいね。それでもめんどくさいじゃん。でうわ止めて不要場所いいよね。つらも気づけたな。不要床泣いてるでしょ、ちゃんと。これも後ろから全部取れる。ここかな。場所は大丈夫だな。次はこいつを貼る。こんな感じでベッドの受けのところね。よし、できた。さあ入れてみよう。どうでしょうか。あ、いいよ。どう？いいぐらいじゃん。ちょっと切りすぎたぐらいなんなら。3枚入ったよ。ちょっと長さがね、この板1800しかなかったからさ、切ったからちょっと短いんだけど、いいじゃん。フロアはできた。結構いいんじゃない？結構広いし、荷物もいっぱい入るね、これ。荷物だいぶ入るよ。だってこの下に入るでしょ、ベッドの下に。それからここにさ、ほら、ここにもいっぱい入る。すごいね。結構いいじゃん。この上にもこう座れる。十分。間のパネル取ったらこう足を折ってさ、これちょっとテーブルにもなるな、こうやって。本当だね。そしたら対面でテーブルにもなるし。本当だ。意外といいよ。意外といいね。でこれあれだよ。やりたかったらこのパネルをシンクつけといたら、ここ水道にもなるよ、キッチンにも。本当だね。これでいいよね。裏の位置合わせ。さあこいつをちゃんと留めるために、ここだな。ここの下に折り目ナット入れて固定すると。バッチリ。どう？いいよね。いいね、便利だね。便利。これでこれが止めれると。さあちょっとバイクを乗っけてちょっと出かけてみよう。せっかくだから。余裕。あ、だいぶ簡単だ。
いいな。いい感じ。 OK でしょ。結構いい感じだね。しっかり止まったよ。まだ前こんなスペースあるしな。軽快だね。And even if my pocket's empty, I don't really want to go to work. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really want